ヒロアカのラスボスであり、全世界を恐怖に陥れる魔王、オール・フォー・ワンが唯一恐れるヒーローを知っていますか？性欲大魔王のミネタ。ということで今回は、オール・フォー・ワンが直接対決を避けた世界最強ヒーロー、スター&ストライプについて解説していこうと思います。この動画はヒロアカ最新話までのネタバレが含まれているので、概要欄のジャンププラスアプリで読んでからこの動画を見てね。この動画を見終わった時あなたは、素顔のスターって結構可愛いなと思っていることでしょう。それでは行ってみよう。本名キャスリーン・ベイト、ヒーロー名スター&ストライプ、7月4日生まれの42歳、身長193センチの筋骨隆々とした体格は全盛期のオールマイトを彷彿とさせる世界ナンバーワンヒーローです。ハルク並みのゴリマッチョ。アメリカ軍に所属し、屈強な男たちを従えている豪快な女性ヒーローに見えますが、実際の彼女は妹気質で甘えることに慣れているため、屈強な軍人たちも彼女のことを妹のように可愛がり、スター自身も部下の軍人たちをお兄ちゃんたちと呼んでおり、強い信頼関係で結ばれています。ムキムキマッチョなのに可愛いとこあるよね。現役最強のヒーローとして世界に名を轟かせるスターですが、か弱い女の子扱いされることにコンプレックスを持っているようで、周りの人からは女の子だからと言われることに嫌気がさしていましたが、ブラザーたちは一度も彼女のことをか弱い女の子扱いせず、一人の軍人、一人のヒーローとして尊重してくれていたことに感謝しており、スター自身もそんなブラザーを心から信頼しているようでした。最強ゴリマッチョのスターにもか弱い女の子時代があったんだね。実はそのエピソードの片鱗は、幼少期の彼女の姿を見れば想像することができます。スターの子供の頃のエピソードなんてあったっけ？ヒロアカ34巻で全世界最強ヒーローとして突如登場したスター&ストライプことキャスリーン・ベイト。実は彼女はヒロアカ映画の第1弾、2人の英雄に登場していたことを知っていますか？スターが映画第1弾に登場していたの？劇場版映画第1作2人の英雄では、オールマイトの旧友であるデイビッド・シールドとその娘メリッサ・シールドが物語の中心となって展開していくのですが、映画の冒頭で渡米した直後の若かりしオールマイトがデイビッドと共にヴィランと戦うシーンがあります。お師匠がオール・フォー・ワンに殺されてアメリカに逃げてきた直後だから20歳くらいの頃だよね。逃走中のヴィランをオールマイトとデイビッドが追跡している途中、サンタモニカへ家族と車で旅行に来ていたキャシーが事件に巻き込まれ、ヴィランに殺されそうになったところをオールマイトが間一髪救い出し、キャシーとその家族を助けるシーンがあるのですが、その時に助けられていたメガネをかけた小柄な女の子が後にスター&ストライプとして全世界ナンバーワンのヒーローに成長していったのです。妹を必死に守ろうとしていたおとなしそうな女の子が30年後にはオールマイト並みのマッチョになっていたなんて、とんでもない努力をしたんだろうね。オールマイトに命を救われたキャシーはオールマイトのことをマスターと慕っており、30年経った現在でも交流はあるようで、キャシーの理想のヒーロー像というのはオールマイトそのものと言っても過言ではなく、髪型のド派手な触覚もオールマイトの触覚を意識して作っており、オールマイトを超えるヒーローになるという願いを込めて8本の触覚にしているようです。映画で名前も明かされていないモブキャラがヒロアカ本編での最強キャラっていうのはかなり激アツ展開だよね。スターはどんな個性を持っているの？スターの個性は世界を支配できるほどのチート個性、ニューオーダーです。この個性は対象に触れた後に名前を呼ぶことで対象に新たなルールを付与することができます。ちょっと何言っているかわからないよ。対象物の名前と触れることができれば心臓を即座に止めることも可能で、例えば自分を強化するようにルール付けすればオールマイトのような超人的なパワーを得ることも可能です。名前がバレてたらほぼ負け確実ってことか。さらにこの個性の真骨頂は生物以外にもルールが適用されるという点です。例えば大気に触れながら100メートル先の空間には存在できないとルール付けすれば即座に真空状態を作り出し相手を窒息させることが可能で、大気は私の1000倍になって固まるとルール付けすることで大気で作られた巨人を作り出し相手を蹂躙することが可能です。基本的に名前がバレてたら即死だし、名前がわからなくても応用が効きすぎる。
激ヤバ個性ってことだね。オール・フォー・ワンと融合した信楽戸村と交戦した際、殴りつけると同時に信楽戸村の名を呼び、戸村信楽は心臓が止まって死ぬとルール付けしても不発に終わってしまったのですが、この状況はかなり特殊で、信楽戸村自身も自分の人格が信楽戸村なのかオール・フォー・ワンなのか志村天子なのかわからないという特殊状況下で起こったイレギュラーなため、本来ならばオール・フォー・ワンやオールマイトですら触れられて名前を呼ばれたらその時点で即死してしまう恐ろしい個性です。スターが最終決戦に参加していたら、信楽戸村以外はスター一人で完封できてたって考えると、オールマイト以上の強さだったかもしれないね。ニューオーダーには弱点はないの？一見無敵に見えるニューオーダーにも弱点が2つあります。1つ目は強化ルールには上限が設けられるということと、もう1つは同時併用は2つまでしか作用しないという点です。無敵になれるとか地球を破壊できるパワーとかは付与できないってこと？スターは基本的に自分の身体能力を限界まで高めるルールと、もう一つを臨機応変に変えながら戦闘を行っているのですが、強化するルールには上限があり、どんなルール付けをしてもオールマイト以上の強さを得ることは不可能でした。スターがどうやっても超えられないオールマイトのパワーって異常だよね。強化上限はあるものの、弱体させるルールに関して加減はないようで、オール・フォー・ワン相手でもオール・フォー・ワンは心臓が止まって死ぬとルールを付与すれば問答無用で殺すことが可能です。ギガントマキアでも一撃で殺せるってチートすぎるよ。もう一つの弱点、同時に2つ以上のルールは付与できないというのは、一見無敵の個性に見えるニューオーダーの抱える明確な弱点です。新しく3つ目のルールを付与しようとしたら1つをキャンセルしないといけないってことだよね。スターは自分の強化をベースにもう一つの枠を臨機応変に切り替えながら戦うのがセオリーなのですが、信楽戸村戦では大気を1000倍で固める、レーザーは持てる、自身の体を強化するの3つのルールを切り替えながら戦っており、今現在どのルールを発動しているかはスターの画風を見ると確認することができます。スターの画風ってどういうこと？スターは自身を強化するルールを付与しているときは劇画タッチのごつい外見をしているのですが、このルールを外したときはキャシーの面影が残る少女のような顔つきになります。ほんとだ。空気を1000倍で固めるのルールとレーザーは持てるのルールを付与しているときは顔の画風が変わってるね。一見無敵に見える個性ですが、複雑なルールの上で成り立っているこの個性はスターの優秀な頭脳と並外れた判断力がある上で成り立っている難易度マックスの最強個性と言えるでしょう。スターは仲がいい人は誰がいるの？世界ナンバーワンヒーローの彼女ですが、彼女のオリジンとなっている伝説の英雄オールマイト、スターの意見を尊重し軍規違反してまで彼女に協力するアメリカ政府の高官アグパー司令、スターを育て彼女が最も信頼する本物の兄弟以上の絆を持ったブラザーイーさんの3人ではないでしょうか。スターってオールマイトに憧れた人の中で一番オールマイトに近づいた人じゃないのかな。幼少期にヴィランから救ってくれたオールマイトに憧れたスターは髪を染め肉体を鍛え上げ30年もの月日をかけてオールマイトが掲げた平和の象徴を引き継ぐスーパーヒーローに成長しました。本気を出すと画風が劇画タッチになるのもオールマイトと同じだね。オールマイトが引退し平和の象徴が不在になってしまった世界でオールマイトを超えるヒーローを目指した彼女はオールマイトの2本の触覚を模した8本の触覚が生えた髪型で自分自身の決意の大きさを表しています。いつかスターの過去の話も堀越先生に書いてほしいよね。アグパー司令はどんな人なの？アグパー司令とはアメリカ政府の高官を務めている官僚でスターの直属の上司でもあります。宇宙人みたいなお偉いさん。アメリカ大統領とも対等に話し合える窮地の中であるアグパーはオール・フォー・ワンに屈しようとした軍上層部に反発し独断専行したスターの行動を表面上は反対しながらも内心ではスターと同じ気持ちを持っていたようで、スターの無茶な要請に応え大陸間巡航ミサイルを大統領命令なしで日本に派遣しました。信楽倒すために独断で日本にミサイル撃ち込むってなかなかぶっ飛んだことやるよね。作戦が失敗しスターが殉職した責任を追及されたアグパーはオール・フォー・ワンに迎合しようとするアメリカ大統領を叱咤しス
スターの意思を尊重しようと一人戦うことを決意しました。スターのことを娘みたいに可愛がっていたのかもしれないね。最後のイーサンとスターはどんな関係なの？イーサンとはスターが所属するアメリカ軍の軍人であり、スターの部下という間柄なのですが、実際は兄弟のような信頼関係で結ばれたスターが最も信頼するブラザーの一人です。スターが軍に入った直後は組手でイーサンに連敗してたんだよね。スターとイーサンの関係は上司と部下でありながらも兄と妹のような固い絆で結ばれており、スターが殉職した後もイーサンたちは彼女の意思を継ぎ、軍の帰還命令を無視して信楽と村から日本を守るために空飛ぶ UA 高校の護衛任務を遂行することになります。軍人らしく任務のために命を捨てる覚悟をお互いに持っているのに、最終的には絆を優先したっていうのがかっこいいよね。オール・フォー・ワンが脱獄し、日本の公安機能が停止したことで治安維持ができなくなった日本を救うため軍の制止を振り切り、独断で日本に駆けつけたスターは日本上陸直前に海上にて信楽と村と接触。そのまま戦闘になだれ込みました。なんで信楽は一人で乗り込んできたの？スターの個性ニューオーダーはオールマイトすらも凌駕するチート個性で、名前が知られているとほぼ敗北確定のクソゲーになってしまうため、信楽と村とオール・フォー・ワンと志村天子の人格が入り乱れ、主人格が定まっていない状態の信楽と村だけで迎え撃つ羽目になったという背景があり、計算高いオール・フォー・ワンにとっても一世一代のギャンブルだったと語っています。全力のワン・フォー・オールなら名前を知られていても触れられずに戦えるかもしれないけど、一撃必殺の個性がないオール・フォー・ワンだったらスターに普通に負けていたってことなんだね。ステルス戦闘機を足場にし、縦横無尽に襲いかかる信楽と村に対し大気を分身のように操り圧倒的パワーで対抗するスター。間違いなく最強同士の頂上決戦とも呼べる死闘を繰り広げる2人でしたが、圧倒的制圧力を持つフィストバンプ・トゥ・ジアース、エンデバー並みの火力を誇る極太レーザーの槍ケラウノス、大陸間弾道ミサイルを拳に乗せてぶん殴る作中最強の必殺技新型極超音速大陸間弾道パンチを繰り出すスターでしたが、全ての攻撃をしのぎ切った信楽と村の反撃に対応できず、ニューオーダーの個性を奪われ崩壊によって全身がチリとなり死亡してしまいます。オールマイトを超える最強のヒーローがまさか負けてしまうなんて。世界最強の個性ニューオーダーを奪った信楽でしたが、スターが最後に付与していたルールニューオーダーは個性と反発し合うた信楽の中で発動。蓄えてきた複数の個性がニューオーダーによって破壊され、肉体もボロボロになった信楽は大きな弱体化を余儀なくされるのでした。もしスターが日本のヒーローたちと合流できていたら最終決戦でヒーローサイドが圧勝していたはずだよね。スターが信楽の個性を破壊したことで最終決戦でデクが何とか戦えているという点を考えると、彼女の行動はヒーローたちの未来をつないだと言っても過言ではないでしょう。スターの勇姿が見えるヒロアカアニメ第7期の制作も決定したし、スターの声優も鋼の錬金術師の主人公エドとか進撃の巨人でハンジ役を演じたパクロミさんに決定したから、めちゃくちゃ楽しみだよね。ということで今回はオール・フォー・ワンも恐れる世界最強ヒーロースター&ストライプの解説をしてきましたが、いかがだったでしょうか。この動画が1000いいねを超えたら海外ヒーローのまとめ動画も作ろうと思うので、いいねとチャンネル登録よろしくね。それでは次回の動画でお会いしましょう。プルスウルトラ。